こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダからバッドファンダ、チャートなどをまとめてみていきたいと思います。総裁選が決選投票で長引いたんで、先にメンバーシップ動画を公開しました。まだ見てない方はそちらも見てみてください。まず ETF 関連から見ていきますと、昨日の米国の ETF のフローは、全体でプラス 3.65 億ドルの純流入となってます。ファンドごとでは、アークが 1.1 億ドル、ブラックロックフィデリティもそれに続く流入を見せてますね。3億ドルの流入は7月中旬以来約2ヶ月ぶりの大きな流入となっています。一方イーサも各社流入が見られますが、全体ではギリギリマイナスとなっています。香港はビットコインイーサともにゼロとなってますね。ビットコインの価格は現在65,400ドルあたりを推移しております。まず昨日発表された注目指標の方では、スイス中銀政策金利、米実質 GDP、確保値、米新規失業保険申請件数、米中古住宅販売制約指数などがありましたけども、まず米実質 GDP は予想以上もですね、個人消費は予想以下、米新規失業保険も新規申請は予想以下となってますが、継続需給が予想以上となってまして、あまりインパクトなくですね、市場もそこまで影響しなかったように思います。ただ、米中古住宅販売制約指数はですね、前回予想以上という結果となってまして、若干の米景気回復示唆となったのかなと思います。で、日本時間23時以降ですね、これらの指標発表、パウエル議長など、各要事発言を終えた後ですね、警戒が和らいだ影響か、米金利、米ドル、米株各指数、ビットコインも上向きになった展開となりました。そして本日ですね、自民党総裁選が行われまして、最後は高市候補、石破候補の決選投票となったんですけども、結果は石破新総裁誕生となりまして、市場にも影響が出ております。当初はですね、その金融緩和を公約として掲げてた高市氏が勝てば、市場も上向きになると。で、増税を公約に掲げてた石破氏が勝てば、市場は下向きになると言われてまして、で、総裁選直前にですね、麻生派が高市候補を支持すると表明してから、本当に女性初の総理が誕生するんじゃないかと期待されて、決選投票までドル円日経平均も上がってたんですけども、決選投票で石破氏が勝ったという結果が出てから、ドル円、そしてビットコインも急落しています。米国債昨日は 3.810 を推移しておりまして、ナスダックが2115、S&P 500が5748、ダウ平均が42,175、金ゴールドが2665ドル、日経平均が39,829円、ドル円が 143.88 円となっています。個別株の方では、ビットデアが半導体メーカーの TSMC と共同で制作した電力効率に優れたマイニングチップ、スイル02を発表したことが話題になっています。でまた次のスイル03の研究も行っているということで、その後が期待されてますね。ビットデアの株価はプラス 6.10% を記録しています。あとは同じくマイニング企業のハット8が GPU のリースで収益が出始めたと発表したことが話題になっています。前からマイニング企業と AI 企業の提携から、その将来性が話題になってましたけども、今回 GPU の提供で利益が出始めたということで、期待通りの展開で注目が集まっています。ビットコインの先物の方では OI は全体でプラス 4.19%、額としては369億ドル相当、比率としては全体ではショートが 52.3%、バイナスミはショートが 57.9% と下寄りになっています。今後の指標としては、本日9月27日に、米個人所得、米 PC デフレータ、米ミシガン大学消費者信頼感指数9月の確保値、9月29日にドイツの小売売上高、9月30日に中国の PMI、実質 GDP、米シカゴ購買部、業界景気指数などが控えております。仮想通貨市場単体で見たら ETF の流入が回復してますけども、なんといっても総裁選の石破氏勝利がサプライズになりそうですよね。今まで各国の金利引き下げからですね、中国の金融緩和と順調に来てましたけども、ここで石破氏勝利となってます。で、本日も日本時間9時半から米個人所得、米 PC など指標発表ありますけども、米市場が開場する10時半にですね、この石破氏勝利がどの程度影響するのかですね。チャートだけ見たら65,000のラインにいますけども、ここで一旦折れて、下へ向かう展開も全然あり得るかなと思います。ここで折れた場合ですね、63,000、もしくはその下の6万ドルで耐えられるかが焦点になると思います。本日10時半の米市場明けですね、どのように動くのか注目ですね。
あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在2650ドル、BTC 建ては 0.0406 と、先物の方では OI は全体でプラス 0.38%、額としては121億ドル相当、比率としては全体ではロングが 52.2%、バイナスミはロングが 68.3% と上入りになっています。イーサー先日のビザの件もそうですけども、本日もグッゲンハイムトレジャリーサービスがゼコノミーと提携して、イーサ上で2000万ドルの商業手形をトークン化したとかですね。最近になって市場の盛り上がりとともにイーサチェーンを使用してという話題が多くなってきた気がしますね。ただ市場全体では石破ショック、イーサ単独では ETF の流入が乏しいのが気になるところです。チャートだけ見たら、ドル建て、BTC 建てともにですね、抵抗あたり、ここを抜ければ、次の2800の攻防が見えてくるラインとなっています。ただ、ここで弾かれるとなると、2500あたりまで余裕があるように見えますね。こちらも本日、米市場明けですね、どのように反応するのか注目ですね。あと、その他の動向では、ロビーフットがステーブルコインの発行を検討してるんじゃないかという噂や、イーテナがブラックロックのビドル裏付けのステーブル USDB を発行予定であるとか、あとカーブが TUSD 担保での借り入れ廃止を検討していることなどが話題になっています。TUSD はつい最近ですね、SEC との訴訟で罰金を支払っての和解に進んでいることも取り上げましたけども、最近はステーブル関連の話題が非常に多い印象があります。あとは SEC のゲンスラー委員長が CNBC のインタビューで投資家保護がなければ仮想通貨業界は生き残れないと発言したことや、米会の外交委員会がですね、現在ナイジェリアで拘束されているバイナンス幹部のガンバリアン釈放要求の決議を可決してたり、2.3 億ドル相当ハッキングされたワズイル X が4ヶ月の再編猶予を裁判所から認められたりしているのが話題になってますね。で、この SEC のゲンスラー氏はですね、その仮想通貨業界は情報開示が必要だと、ここで再び主張してまして、以前から仮想通貨側が主張している事業者の情報開示はいらないタスクが増えるだけだという主張と、対立している構図は未だ変わらない状況なのかなと思います。あと、ここからはアルト関連になります。ワールドコインとその開発の Tools for Humanity が韓国の個人情報保護委員会 PIPC から合計83万ドルの罰金支払い命令を下されています。機密情報の取り扱いとデータ海外移転に関する違反で、ワールドコインに 54.5 万ドル、Tools for Humanity に28.5 万ドルの罰金が課せられています。で、これ要因としては、国は対象者に通知を怠ったとかですね、14歳未満の年齢確認を十分に行っていなかったとかが挙げられてるんですけども、韓国の PIPC 側はですね、ワールドコインが問題を解決すれば、活動を禁止する必要はないとも表明してまして、対してワールドコイン側はですね、その事業は韓国の方に準拠してると、前向きに捉えているような表現をしてますね。ワールドの価格は現在2ドル、BTC 建てはマイナス 5.7%、時価総額は88位ですね。先日アルトの上昇率ランキングで、上位になっていることで取り上げましたけど、現在は調整気味となっています。未だに各国の規制で標的にされてますけども、ここからさらに浮上できるのか注目ですね。あとはセロとコアが注目されています。セロはステーブルコインを利用するアクティブアドレスがトップのトロンに並んでいることと、それをビタリックが取り上げたこと。コアは TBL が 4.3 億ドル相当と急成長してまして、ビットコイン L2 の中で注目が集まっているとされています。セロの価格は現在 0.63 ドル、BTC 建てはマイナス 3.8%、時価総額は200位ですね。ビタリック4あたりから出来高も急激に増えています。長期では未だそこあたりですけども、こちらもさらに浮上できるのか注目ですね。あとはテレグラムのハムスターコンバットがエアドロと上場発表しています。テレグラム勢としてはケイティズに次ぐ期待のエアドロとなってますね。あとはウォレットのトンキーパーがこのハムスタートークンでトンの取引手数料の支払いができるようになると発表したことも話題になっています。ハムスターの価格は現在 0.007 ドル、時価総額は159位ですね。参加者儲かったんでしょうかね。時価総額を見ると少し高いようにも見えますけども、上場後も価格を維持できるのか注目ですね。あとその他資金調達関連では、ソラナのディーピンプロジェクト、周りネットワークが1080万ドルの調達を発表しています。アコードベンチャーズ、アニオカブランズジャパンなどの参加が話題になってますね。こちらの進捗にも注目ですね。今日はこんなところですかね。何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。